皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月22日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は161メートル2センチでした。昨日と比べると51センチの下げ、ようやく上昇が止まりました。25日までに155メートルまで下げると宣言してしまったあちらさんですが、その締め切りまであと3日。依然として161メートル台ですから、目標の達成については極めて厳しくなっています。そろそろ白旗という名の言い訳を考える段階に来たようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒10700立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒17200立方メートル。差分については毎秒6500立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はマイナスの3000、三峡ダムもマイナス4800。両地点ともピークは一旦超えたようです。最上流の金沙港にある巨大4電ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2900立方メートル。前回と放流する量はほぼ変わらずです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒21900立方メートル。単純に割り算すると 71% の発電状況で23基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。昨日と比べると今回も放流量をアップ。夜中にこんなに増やして下流の町に影響はないんでしょうか。三峡ダムと最上流ダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認してみます。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まずは上流にある高架波ダムの方から。濃い青のラインの放流量、水色の流入量ともに小刻みな変化にとどまっています。洪水シーズン真っ盛りの時には、最大で毎秒17000立方メートルあたりまで増えるので、今の時期はノーマークでも問題なさそうです。続いて三峡ダムの状況について。ご覧の通り、オレンジのラインの流入量はピークを超えて減少傾向。今朝の情報をグラフに載せると、毎秒15000立方メートルなので、前回予想した通りとなりました。放流量と流入量のギャップは7000ちょっとですから、これでもまだ足りません。それでは今後どうなりそうなのか、そのヒントとなる情報が出てきたのでシェアしたいと思います。長江水利委員会では、干ばつや洪水など、注意が必要な時期になると、臨時の報告書を発信しており、21日に今年一発目の臨時便が出ています。その中には、三峡ダムの現況と未来予想の情報も記載されており、そのグラフがこちらになります。水色のラインは今後、流入量がこうなるだろうということを示しています。先ほどのグラフにざっくり情報を載せると、しばらくして増水した後、また下がると予想しているみたいです。当チャンネルではいつもウィンディの雨量予測を見ているので、雨が多くなることはある程度想定済み。だいたいそれに沿った形になっているようです。ダムの水位を下げていくには、流入量が増えるとそれに合わせて、放流量を増やす必要があるため、月末にかけてこのようになるのではないかと思われます。西洋チャンネル。さて、このチャンネルでは最近毎回取り上げている、ダムの水位暫定目標無理じゃね問題。いよいよ最終コーナーを回ったところで、現状をお伝えしたいと思います。今月25日には155メートルにするとあちらの当局が宣言して以降、ダムの水位はこのように移り変わってきました。冒頭お伝えしたように、直近では低下に転じている中、間に合うのかどうかについて、優秀な AI さんに計算してもらいました。最新のデータをもとに、
放流量と流入量の差がどれくらい必要かについて尋ねてみると、いろいろ計算してくれて、毎秒15000立方メートルという答えが返ってきました。例えば、今朝の時点で流入量は毎秒15000立方メートルだったので、放流量は毎秒3万立方メートルにする必要があるということになります。流入量が増えれば、それにプラスするという計算結果。毎秒3万立方メートルということになれば、発電放流のマックスに近い値ですから、点検放流でもない限り、通常ではありえません。また、これだけの量を流すと、直下の偽証市街の一部は、川が溢れる可能性も出てくると言われています。さらに下流の慶州では先日、観測史上最大の降水量を記録し、洪水が発生したばかりですから、よっぽどの理由がない限り無理でしょう。先ほどお話しした通り、直近のギャップは7000ほどですから、これらを総合すると、暫定目標をクリアするのは難しいということになりそうです。おそらく当局はこの件、なかったことにして25日をやり過ごし、6月10日を迎えるのではないかと、密かに予想しています。5月も終盤に入ったということで、今月の雨量を確認しておきます。ダム周辺における累計雨量は、今朝の時点で156ミリ。5日前の17日は112ミリ、さらに上乗せされて平年よりも多い雨が観測されています。これまでを振り返ると、年初は少雨が続き、いつもよりも少なめの累計雨量でスタート。3月は一転、平年を大きく上回ることとなりました。4月はいつも通り、5月はあと9日ありますから、さらに増える可能性は大です。超降水利委員会が出している長期予報では、6月から8月の洪水シーズン、三峡ダムのある長江の中ほどでは、いつもの年よりも雨が少ないという予想が出ています。その一方で、ダム上流の支流では、雨は多いと見ている模様。少なくとも現時点では、長江の上流も下流もかなり多めの雨になっている、ということだけは確かなようです。6月以降、果たしてあちらの予想は当たるのか。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝10時までの様子。昨日は一旦落ち着いていたのですが、四川盆地あたりで発達した雨雲が南東に流れ、重慶や武隆などで雨を降らせています。南部の方は長雨になっているようで、なかなか雨が上がらない模様。たっぷり水を含んだ地盤になっているでしょうから、少しの雨でも災害発生の確率は高くなっているかと。今後の予想を見てみます。前線が北上するためか、来週にかけてまた強めの雨になりそうな感じ。明日の三峡ダムの天気は最高気温が31度、最低気温が22度で雨の予報。これを見ていると、あちらの当局が再び長江流域の増水を予想しているのも納得です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。ウルトラマンの最大市場中国で大幅減収、3つの要因、日中関係も影響と分析、需要回復の兆しも言及、オタク総研が伝えています。記事によると、つぶらやフィールズホールディングスが開示した2026年3月期決算と新中期経営計画によると、ウルトラマン関連事業における中国ライセンス収入は、前期比 51.6% 減の25億5700万円となり、過去10年で初の減収を記録した。中国市場におけるウルトラマンの存在感は、かねてより数字に端的に現れており、同社がグローバルファンベースと称する、つぶらや IP のコンテンツ視聴者の推計では、日本が400万人であるのに対し、中国は人口の 7% に相当する1億人とした。以上、ウルトラマンの最大市場中国で大幅減収、3つの要因、日中関係も影響と分析、需要回復の兆しも言及についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、ウルトラマン関連事業の中国収入が半減したというお話ですが、中国に推定1億人規模のファンがいるという数字には驚きですね。もちろん推計値なので実際の熱量まではわかりませんが、14億人規模の市場と言われるだけに、日本のコンテンツ企業から見れば、大きな魅力があるのは間違いなさそう。一方で、今回の記事ではイベント開催の見送りなども影響したとされており、やはり日中関係の冷え込みが、ビジネス面にもじわじわ波及している印象があります。最近は訪日客の減少や、日本人の訪中激減など、人の往来そのものが細っている状況も続いています。もっとも、あちらで商売をする以上、
こうした政治や外交の影響を受けるリスクは、ある程度織り込み済みなはず。調子の良い時は巨大市場として大きな利益を生む一方、関係悪化や規制変更によって一気に流れが変わることも一度や二度ではありません。人口規模や市場の大きさに期待する気持ちは理解できますが、特定地域への依存が高くなりすぎると、今回のような反動も大きくなります。水産物の輸出やインバウンドの話でもそうだったように、やはり市場や顧客を分散させておくことが、長期的には安定につながるのでしょう。日本の気象状況について確認します。こちらは、午後4時までの6時間のレーダーの実績。ご覧の通り、沖縄地方と東日本に雨雲がかかっています。ニュースによると、広い範囲で雲が多く、ところにより雨が降るとのこと。ここのところ、蒸し暑い日が続いています。三峡ダムには、世界最大級の発電設備があることはこれまでお伝えしている通りですが、実際の発電実績についてはどうでしょうか。2003年に初号機が商用発電を開始して以来、徐々に稼働するタービンの数を増やしていき、32機すべてが稼働したのは2012年のこと。その年の発電量は981億キロワット時になったと、当時のニュースの中で伝えられています。2018年になると年間発電量は大台の1000億キロワット時に到達。官製メディアは2018年12月21日、午前8時25分21秒と、秒単位で達成時間を報じており、まるで月にでも到達した気分、よっぽど嬉しかったのでしょう。よくよく考えると、2012年から6年もの間、1000億に届かなかったことを自ら暴露する結果となりました。さらに2020年には年間発電量が1038億9800万キロワット時という世界記録に達したことを高らかに宣言します。この年は大洪水が連発した当たり年ですから、水は有り余るほどあった年のことです。しかしながら2022年になると、様子が一変、これまで誇らしげに報じてきた年間発電量の数値が記事から消えます。代わりに過去20年の累計発電量を持ち出してきて、お茶を濁すことに。都合が悪くなると累計の数字を発表するのは、彼らの伝統芸能ですね。グラフをご覧になってわかる通り、2022年から24年までは、2008年の水準にまでだだ下がりしています。昔と違い、今は32機すべてが稼働しているはずなのになぜか出力がパッとしません。経年劣化のせいでしょうか、あるいはタービンをメンテで交換したり、制御システムを更新していたからでしょうか。おそらく渇水続きにより、発電に使う水が少ないことが主な原因だとは思われます。そして年が明けて当局から、2025年の実績値が出てきて、905億キロワット時ということでかなり改善されているようです。毎回このチャンネルでお伝えしている通り、夜の時間帯では2割から3割の出力が多い中、本当に発表された数字は正しいのかと、疑いの目でご覧になった方は多いのではないでしょうか。あちらの発表する数字はいろいろありますから、とりあえず今は、ニヤニヤしながらこのグラフを眺めることにしましょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。